ということで、前回はスズキのニューモデル、この GSX-8S で峠道を走って、このモデルの基本的なハンドリングやエンジンのフィーリングなどを確認してみました。最近そのようなモデルが増えてきたなという印象ではありますが、近年はそういった設計技術も進んでいるのか、このモデルにおいても V-Strom 800DE、つまりミドルクラスのアドベンチャーモデルとエンジンのみならず車体を共有することによって結果的には乗りやすくいいモデルに仕上がっているなという印象でした。帰りの高速道路ではこのモデルのライディングポジションや一般道よりはエンジンを回せると思うので、高回転域でのこのエンジンのフィーリング、そして高速巡航性能、装備品、そして最後にこのモデルの良い点、そしてちょっと気になった点などまとめをコメントしていきたいと思います。高速道路に乗りました。私は身長179センチですが、その私がこのようにごくごく自然にこのバイクにまたがると、ハンドルバーの幅はストリートファイター的なモデルではあるんですけれども、それほど幅広でもないといった感じ。一般的なロードスポーツと比べても、このハンドル幅、グリップの幅であればそれほど違和感を感じるという方はいないのではないかと思います。次にグリップの高さですが、これに関しても一般的なロードスポーツとほぼ変わらないと言って良いのではないでしょうか。高くもなく低くもなく、ごく自然な位置、着座して手を伸ばしたそこにグリップがあるといった感じです。ライダーの上半身は軽い前傾、もうちょっと腕を伸ばしたらアップライトにもなるんですけれども、肘に余裕を持たせると背骨の角度でいって3、4度といったあたりでしょうか。ごく軽い前傾という感じです。長時間乗っても疲れを感じることもなく、ロングツーリングにも適合するライディングポジションではないかと思います。今私は両方のステップから足を交互に持ち上げていますが、10センチまではいかないと思いますが、7、8センチぐらい、6、7センチかな、それぐらいはステップから真上に足を持ち上げることもできるので、足元の窮屈感、膝周りの窮屈感はあまり感じません。この手のモデルとしてはむしろゆったりしているということも言えるかもしれません。このモデルは外観スペック、装備品などをお見せしているパートで見ていると思いますが、スーパースポーツのようなデザインのシートを採用しています。今日私はもうすでに160キロぐらい走っていますが、着座面の痛み、疲れを感じるということはありませんでした。それほどふかふかなシートというわけではありませんけれども、お尻が痛くならないという点では先ほどのライディングポジションと合わせてこのモデルはロングツーリングにも十分使えるといった印象です。このモデルにまたがっていると、これはちょっと特徴的だなと思うポイントが一つあって、それはですね、今私がそうなんですけれども、しっかりと2グリップすると、これはもう自分自身の意識としても分かるんですが、膝と膝の間隔が狭いなという気がします。実際に測ったわけではありませんが、膝と膝の間はもう20センチあるかないかというような感じもしていて、この2グリップする部分のスリムさ、これもこのモデルの大きな特徴ではないかと思います。これに関しては峠道でコメントすべきだったのかもしれませんが、膝が開いているよりは少しキュッと締められるというか、膝の間隔が狭い方がライダーとしてはしっかりと2グリップできますし、峠道を走っている時でもこの膝を有効に使って車体に入力するということも簡単にできるので、この2グリップのタイトさ、しやすさというのもこのモデルの良い点ではないかと思います。このパラツイン並列2気筒エンジンというのは、やはりエンジンの前後長を短く設計できるということ、
そしてエンジン自体が全体的にシルエットとしてコンパクトなので、車体への搭載の自由度、搭載位置の自由度が増えるという、そういったメリットがあると言われています。それゆえこのモデルも車体が細いというか、膝と膝の間隔が狭いなと感じるほど車体をスリムに設計できるわけで、最近パラツインが多いと、言いましたけれども、そういう点ではやはりこの並列2気筒エンジン、パラツインというのはバイクに搭載する上においては最適解の一つということも言えるのではないかと思います。このモデルで足をつこうとすると、ライダーはまっすぐ下に足を伸ばすとちょうどですね、ステップがライダーの足の後ろ側、ふくらはぎのあたりに来るので、その点でもですね、このモデルは車体はスリムでもあるし、そういったステップ位置であるので、足つき性はかなり良いのではないかと思います。またシートに関連してタンデムシートについてもちょっとコメントしておくと、今日私は撮影機材の関係で中型のシートバッグを装着していますが、このモデルのタンデムシートというのは後ろから見るとちょうど逆三角形の形をしていて、その点でどうなのかなと思ったんですが、やってみると意外と中ぐらいのシートバッグも安定して装着することができました。タンデムライダーはあまり快適ではないかもしれませんが、シートバッグは案外安定して装着できるということはお伝えしておきたいと思います。今私はスズキドライブモードセレクター、いわゆるパワーモードは最も元気の良い A モードで走っていて、ギアは6速、速度は80キロ弱で、エンジンの回転数としては3500回転弱といったあたり、ここからスロットルを開けてみます。はい、峠道でコメントした通り、一切握り返すことなくこの前傾状態からパッとフルスロットルまで移行できるというのは、この電子制御スロットルの良い部分でもあります。このように6速トップギア、エンジンの負荷が高い状態でパカッと開けると、もうこのエンジンのフィーリング自体は V ストローム 800DE と何ら変わるところはありません。峠道の繰り返しとなりますが、エンジン自体が発生している振動というのはほんのわずか、ほとんど感じないと言ってもいいぐらいだと思いますが、それに対してスロットルを大きく開けると、270度クランクを持つ並列2気筒エンジンが発生するトルク変動、それによってドロドロドロという結構その明確なドロドロ感なんですけれども、それを伴いながらかなり豪快に加速していくという感じですので、このように走っていてスロットルをパカッと開けると、もうこのウインカーがですね、ブルブルブルっと震えるのが見えるぐらいなんですが、これがですね、エンジンの振動によって車体が震えているわけではなく、エンジンのトルク変動によって、車体が揺すられているということなので、こういう感覚をずっと味わっていたとしても、全くライダーとしては不愉快な気分にならないんですよね。これがこのエンジンのなんとも秀逸な部分だと思います。ただ、あえて言うのであれば、そのエンジンが回っていることによる、わずかなそのざらつきといいますかね、エンジンが回っているよというフィーリング、その振動というまでにはいかないですけども、そういった感触というのは、V ストローム 800DE と比べると、このモデルの方がちょっと多めに感じるような気がします。おそらくこれに関してはハンドルバーの長さの違いや、あとステップからもそんな感触が伝わってきますね。ステップのラバーのありなし、そしてシートのウレタンが V ストローム 800DE と比べるとこのモデルの方が薄いので、そういったものは V ストローム 800DE と比べるとこのモデルの方がちょっと多めに感じるような気がします。それではですね、スズキドライブモードセレクターを今 A モード、最も元気のいい A モードだったんですが、1段落として B モードにしてみます。はい、今 B モードになりました。はい、もう一回 A モード。はい、スロットルの開け加減にもよりますけれども、やはりこの A と B の違いというのは結構明確であるなと私は感じます。そして C モード。C モードはかなり穏やかというか、実際にはですね、その走ってる速さはあまり変わらないような印象なんですけれども、やはりこの C モードが一番そのトルク変動によるドロドロ感、そういったものも抑えられているような感触です。
でまた最も元気のいい A モードに戻してきました。ではちょっとエンジン回してみたいと思います。はい、今クイックシフターを使って一挙に4速まで落としました。はい、このように4速まで落として高速道路で少しエンジン回し気味で走ると、先ほどのそのエンジンが回っているフィーリング、強いて言えば細かな振動であるわけですけども、そういったものはやはりこのモデルの方が多めに感じるといった印象です。ただこれが270度クランクと関係しているのかどうか分かりませんが、そういった細かな振動に関してもライダーが決して不快に思うようなものではなく、細かい振動ではあるんですけれども、きっちり角が落ちている、すごい滑らかな細かな振動という感じなので、これはこれで多少多めに感じるようになったとしても、十分楽しめる質のものではないかと思います。それではもう1速だけ落としてみたいと思います。これ3速ですね。3速で高速道路制限速度付近で走ると、だいたいエンジンの回転数は6000回転ぐらい。トンネルの中なんでちょっとわかると思います。つい先日乗った V ストローム 800DE と比べると、この排気音が連続的になって、やはりですね、こちらの方がスポーティーなオンロードモデルなんだなという演出が効いているような気がします。明らかに V ストローム 800DE の音と違いますね。またこのモデルに関してはショートマフラーを採用していて、ライダーとサイレンサーの開口部の距離が近いんで、それもあってですね、このように聞こえるのではないかと思います。ただ音自体は決してうるさいというほどではなく、ショートサイレンサーにしてはよく消音されているなという感じです。今前にあまり速くない車がいるので、あえて2速まで落としましたが、やはり音は連続的ですね。ツイン離れしているとまではいかないですけれども、エンジンを高回転で回しているフィーリングが味わえて、なかなか良いのではないかと思います。はい、それではまたギアを戻します。車線変更してみます。ちょっと面白いなと思ったんですが、フロントタイヤの径が全く違うのに、先日乗った V ストローム 800DE の車線変更のフィーリングとほとんど変わらないなという印象でした。フロント21と17インチとでは全然違うはずなんですけども、乗り比べなければ全くわからないと言ってもいいぐらいではないでしょうか。峠道はコメントした通り、このモデルというのはエンジンとフレームを V ストローム 800DE と共有しているので、こういったオンロードモデルに仕立てたとしてもあまりシャープになりすぎないんでしょうね。もうちょっと安定性重視というか、そんなにシャープすぎずに狙ったポジションに入っていくという感じでした。はい、少し変わるかなと思って、今度はですね、右手スロットルを開けながら車線変更してみたんですけれども、あまり変わりがないようですね。私はストリートファイター的なバイクであってもこれぐらいの方が運転しやすいと思う方なので、双方にとってですね、この車体の共有というのはいい方に作用しているなと感じます。このモデルはですね、これまでコメントしてきた通り、装備品自体はそれほど多くはなく、シンプルな構成であるわけなんですが、メーターパネルは V ストローム 800DE とほとんど同じで、このモデルに関しては ABS の介入度の設定はできないので、その部分が空欄になっている、これぐらいの違いですかね。
相変わらずこの TFT のカラー液晶見やすいんですけれども、やはりこのタコメーター、これぐらい高精細に描かれているのであれば、私は針を描いてくれた方が、アナログメーターを模した針を描いてくれた方が見やすいなと思うのは前回と同様ですね。あとそれ以外に、これは装備品と言っていいのかどうかわからないですけれども、尖ったデザイン、個性的なデザインを与えられているので、このモデルに関しては LED ウインカーの方が似合っているのではないかなと思います。このスタンダードの状態ではクリアレンズにオレンジバルブの組み合わせということになっているんですが、この辺りはね、このモデルのちょっと先鋭的なというか未来的なデザインに少しマッチしていないような気がします。あと、ここ最近鈴木車に乗り続けた関係で気づいたんですが、ハザードのスイッチ、そんなに多用するものではありませんが、左手の方が操作しやすいなと思います。バイクの場合、例えばですね、道を譲ってもらった時とか、手を挙げてもいいんですけれども、自分がね、先行したような場合というのは、ハザードでね、こう合図、お礼をするということがあると思いますが、これ右手側にあるとですね、そのスロットルのひねり具合によっては、このスイッチに親指が届かないんですよね。なので、この配置、ハザードスイッチに関しては左手側にあった方がいいかなと思います。もうそろそろね、試乗も終盤なので、まとめに入りたいと思いますが、まずこのモデルのいいところは、これはね、V ストローム 800DE と同様ですね、なんといってもエンジン。これまでね、V ストローム 800DE と合わせて考えると、もう何回コメントしたか分かりませんけれども、そのエンジンの不快な振動というのはほぼない。もう完璧に抑えていると言ってもいいぐらいなんですが、その割にこうパカッと開けた時のこの音からも分かる通り、豊かなトルク変動によるドッドっていう感触、これがなんとも楽しくて、それプラスですね、今日峠道でコメントしたエンジンのその伸び感ですね、デブリミッターに当たるまで気づかなかったぐらいのその回り切り感というかね、そのあたりも本当によくできたエンジンの回り方にも高級感があって本当にいいなと思います。また今日ね、このようにオンロードモデルに搭載された状態でこのエンジンを味わってみましたが、オンロード、オフロードともにこのエンジンは本当に似合う特性だなと思います。ですので V ストローム 800DE でもこのモデルでも良いと思いますが、興味のある方はぜひこのエンジン試乗してみることをお勧めしたいと思います。それとあとやはり車体の扱いやすさですね。アドベンチャーモデルと車体を共有しているので、そのあたりがどうかなとちょっと懸念していたんですが、むしろですね、それが良い方に作用していたというのはこれまでコメントしてきた通り、実はこのエンジンだけではなく車体、そして足回りもね、よくできているなと思いました。一方ちょっと気になったところですが、峠道を走って今日私はこのモデルは基本性能、特にその走る、止まる、曲がるということに関しては本当に基本性能が高いモデルだなと感じたわけなんですが、おそらくこのモデルのそういった走行性能の高さからいって、ビギナーやエントリーユーザーが乗るということも考えられますが、バイクのことをよく分かっている経験豊富なライダーもこのマシンをチョイスすることが十分考えられるので、前後サスペンションの調整機構がですね、リアのプリロードのみというのはちょっと寂しいような気がします。例えばですね、前後伸び側だけでもいいのでダンパー調節があれば、そういったね、ちょっとレベルの高いライダーの皆さんもよりこのモデルに満足するのではないかと思いました。あと、これはですね、このモデルを借り受けてすぐに気づいていたことではあるんですが、やはりこのモデルもレバーの角度調節のアジャスターダイヤルはブレーキレバー側のみとなっています。走行中は本当にクラッチレバーってちょんと握ればいいだけだし、このモデルはアップダウン両対応のクイックシフターを搭載しているので、それほど大きな問題とはならないとは思いますが、ただやはり街中の走行ではどうしてもクラッチレバーを握る機会が多くなる。でそれに対してですね、これ私は自分の好みでちょっとこのグリップから遠いところでレバーを引きたいんですよね。ところがこのモデルだとね、やっぱりちょっと私の好みのそのクラッチレバーを握るポイントから少しねグリップに近いんですよね。これはねこのモデルに限ったことではありませんが、やはりね最近はこういったある程度のクラスのバイクでもクラッチレバー側のアジャスターダイヤルが省略されているというのはちょっとメーカーさんどのように考えているのか。個人的にはこのクラッチレバーの遊びとレバーの角度の調節というのは別物だと思うんですよね。
っていうのは、私は先ほども言った通り、もうちょっと遠いところでレバーを引きたいんですが、それを実現しようとすると、クラッチの遊びをどんどん詰めていかなきゃいけない、それはあまりバイクにとっていいことではないので、やはりね、個人的にはさまざまな手の大きさの人に対応して、クラッチレバー側にもアジャスターが欲しいなと思います。それぐらいですかね。全体的にはこのモデル、走行性能の高さに対して結構手を出しやすい価格になっていますし、なんといってもこの肌触りの良さがこのエンジン最大の魅力ではないかと思います。はい、ということで今日はスズキのニューモデル GSX-8S に試乗しました。それでは今回試乗したスズキ GSX-8S の外観、スペック、装備などをざっと確認していきましょう。全長は 2115mm、 全幅は 775mm、 全高は 1105mm、 ホイールベースは 1465mm、 最低地上高は 145mm、 シート高は 810mm、 装備重量は 202kg となっています。タイヤサイズはフロントが 12070-17 インチ、リアが 18055-17 インチ、エンジンは水冷4ストローク4バルブ DOHC 並列2気筒で、総排気量は 775cc、 ボアストロークは 84mm×70mm で圧縮比は 12.8、 最高出力は80馬力8500回転、最大トルクは76ニュートンメーター6800回転となっています。クランクの位相は270度で、そのクランクシャフトに対して等距離かつ90度に配置された2つのバランサーにより、エンジンの振動を効果的にキャンセルすることに成功しています。またスロットルは電子制御式となっています。排気系のレイアウト、外観はご覧の通りです。メインフレームは V ストローム 800DE とほぼ共通で、エンジンを車体の強度メンバーとして利用するダイヤモンドタイプ。そのメインフレームにシートレールはボルトオンされています。フロントサスペンションは KYB 製倒立タイプのテレスコピックフロントフォークで、ストローク量は 130mm、 リアサスペンションはリンク式で、こちらも KYB 製のショックアブソーバーとスイングアームの組み合わせとなっており、プリロードの調節が可能です。フロントは日清製4ピストンラジアルマウントキャリパーを採用したダブルディスクブレーキ、リアも同じく日清製の片押しタイプワンポットキャリパーを採用したシングルディスクブレーキとなっています。運転席からの眺めはご覧の通りです。メーターパネルは TFT のカラー液晶を採用しており、左手側のスイッチでトラクションコントロールやスズキドライブモードセレクターの設定などが可能です。左右のスイッチボックスはスズキらしくシンプルなもので、操作性に優れています。角度調節のアジャスターダイヤルはブレーキレバー側のみで、クラッチレバー側は省略されています。燃料タンクの外観はご覧の通りで、容量は14リットルです。シートは前後分割式のスポーティーなものを採用しており、タンデムシートの下にはスペースがほとんど残されていません。ただし ETC 車載機ぐらいは積めそうだという印象でした。このモデルにはアップダウン両対応のクイックシフターが標準装備となっており、左右のステップ周りも比較的高品質だと感じました。透過器類はウインカーを除き全て LED となっています。